こんにちは。今日はネックウォーマーを作っていきます。鎖骨のあたりまで覆って、とても暖かなネックウォーマーになります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のテンダーフォグ。色はアイボリーベージュ。30g で68メートル。材質はポリエステル。使用かぎ針の目安は8号。これを今回ふっくらとした感じで編みたいので、2本一緒にして編んでいきます。針は 8mm を使います。この糸は2本一緒にした状態で、太さはだいたい 4.5mm ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず首の部分を作っていきます。ここは最初に鎖を編んで、細編みで往復編みをしていきます。これをしばらく編んで、半分に折って縫い合わせます。この最初の鎖の長さはだいたい20センチ。私は鎖18。サイズの変更や違う糸で編む場合には、この鎖の数を変更します。2本一緒にして鎖を編んでいきます。この糸端は少し長めに残しておきます。この状態で途中から鎖を編んでいきます。少しだけゆったりと編んでいきます。このまま好みの長さになるまで。鎖を18編んできました。長さは20センチ。これはお好みで、もう少しだけ短くしても大丈夫です。次は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖を一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、普通の細編み。次も普通の細編み。次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。これから作るネックウォーマーはこんな感じになります。次も細編み。鎖一つ。裏返します。鎖の根元に細編み。普段はこんな感じで2本の糸の下に細編みをするんですが、今回はこの2本あるうちの向こう側1本の下、これで細編みをします。次も1本の下、次も
このまま端まで細編みを続けます。ここまで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の細編み。最後の細編みにはこの2本の糸の下、端だけ2本の糸の下、これで細編みをします。これで2段目が終わりました。次は3段目。2段目と全く同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編みで2本の糸の下、次も次もこのまま端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。これが最後の細編み。最後はまた2本の糸の下、次は4段目。鎖1つと裏返して1本、次も今までと全く同じように編んでいきます。このまましばらくこれを繰り返して何段か編んでいきます。細編みを48段編んできました。長さは伸ばして測って57センチ。これは頭が通る長さにします。で、この段数は偶数にします。偶数にすると、これが最初の糸。こっちは最後の糸。こっちとこっちから糸が出ます。次はこれを輪にします。で、長い糸はこのままにして、この最初の糸端、これで縫っていきます。この糸は最初に残していた糸端、手前になっています。向こうの角はこの細編みで、このまま向こうで、手前に戻って手前の細編みの2本の糸の下、向こうは同じところ、これでつながりました。次からで、これを横から見るとこんな感じになっています。ここがなので、ここもこんな感じで重なるようにします。こっちが上でこっちは下で、まずこっち側、この一つ目の細編みのところ、この細編みの隣、ここに針を入れて、で、次はこっち側、こっちは上になっていきます。この一つ目と二つ目の間に針を入れます。この状態のこっち側、こっちではなくてこっち側、一つ目と二つ目の間、
でまたこっち側は1つ目2つ目の細編みの隣整えます。次はこっち2つ目と3つ目の間でまた次の細編みの隣この隣大体で縫っていても大丈夫です。3つ目と4つ目の間こんな感じになっていきます。でこれで端まで縫っていきます。端まで縫い合わせてきました。これが最後の細編み。こっちもここが最後の細編み。でもう一回でこれを裏返します。そうするとさっき縫った縫い目が表に出てきます。これからはこっちを上にして編んでいきます。で糸が出ているところから続けて編んでいきます。ここから編んでいくんですが、この糸端と結んでおくとしっかりと簡単に留めることができると思います。この糸端は後で隠します。ここから細編みで一周します。まず鎖1つ、根元に細編み。今ここから糸が出ているので、このラインの端上が2本以上になるようにします。で細編みをします。この時この糸端を編みくるんで始末しようかと思います。これが普通の細編み。次はこのラインの端、ここに針を入れるときれいにできます。ここ次はこのラインでここにここら辺に入れていきます。次はここ
この細編みはあまりきつくならないように編んでいきます。でこのままそれぞれのラインの上に細編みをしていきます。細編みで一周してきました。最後、この縫い合わせたところ、ここにも細編みをします。なるべく目立たないようにこれが最後の細編み。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次はここにマーカーをつけていきます。4点にマーカーをつけます。今丸い形なんですが、これを3対2の長方形にします。大体でこんな感じにして4点にマーカーをつけます。で、今糸が出ているところ、ここはこの位置に糸が出ているところ、まず一つ目はここになります。糸の出ているところ。次は長方形の角。大体で止めていってから細編みの数を数えて、大体3対2の長方形にします。で、数が一つ残ると思うんですが、それは前に回します。今4点にマーカーをつけました。このマーカーとマーカーの間の細編みを数えて同じ数になるようにします。で、3対2の長方形、数を数えてマーカーをつけます。4点にマーカーをつけました。ここから長い糸が出ています。こんな風に置いて、このマーカーからマーカーの間、マーカーを含めずにこの細編みの数は14。次、このマーカーとマーカーの間、ここは9。マーカーを含めず数えています。次は細編みの数は13。またここは9。9個。なのでこの状態で見ていくと14、9、13、9、数が違っている場合にはだいたいこんな比率でマーカーをつけます。次は糸の出ているところから続けてぐるぐると編んでいきます。長編みで簡単に編んでいきます。まず鎖を3つ、1、2、3、同じところに長編み、ここに長編み1つ、これで鎖3つと長編み1つ。次から1つずつ長編みをしていきます。まず隣、次も、マーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところには長編み3つ。まずここに1つ、
同じところに2つ、3つ、これで1つに3つ、次からまた1つに1つずつ、今編んだ3つの長編み、この3つの真ん中にマーカーを付け替えておきます。で、1つずつ編んで、次のマーカーのところまで、ここでも同じ、1つに長編み3つ、でまた1つずつ、次のマーカーのところでも1つに3つ、でマーカーは付け替えておきます。これで1周します。長編みで1周編んできました。マーカーのところは1つに3つの長編み、こっちも同じ、1つに3つで、ここはスタートしたところ、これが最後の細編み、ここは引き抜いた糸、これが最初の鎖、最初の鎖の根元、ここに最後の長編み、鎖の下から3つ目、上が2本の位置、引き抜きます。これでここでも長編みの数が増えました。次も長編みで1周します。鎖3つ、1、2、3、根元に長編み、次から1つずつ、でまたさっきと同じマーカーのところに長編み3つ、1つに1つずつ編んで、ここでも3つでまた3つで最初のところに戻ります。さっきしたようにこの鎖の根元、ここに最後の長編み、ここと同じように鎖のすぐ隣に長編み1つ、ここも同じ鎖のすぐ隣、鎖の根元に長編みをします。これを繰り返していきます。長編みを4周編んできました。長さは11センチで、この長さは実際に頭を通してみて、こんな感じに着てみて、でちょうどいい長さに決めます。肩幅が狭い方はもう少し狭くするといいと思います。これでよかったら糸始末をします。今出ている糸、これは15センチぐらい残して切ります。これは最後の長編み、これは最初の鎖3つ、最後の長編みから糸を抜きます。で最初の鎖、下から3つ目、ここに針を入れて、元の長編みの上に戻ります。上からで裏に出して、
整えて、あとは裏でほどけないようにします。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。着るときにはこんな感じで、とても暖かくて可愛いネックウォーマーが出来上がりました。で、サイズを測りました。この部分は26センチの19センチ、下は11センチの43センチ。使った糸の重さは 120g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。